日本語耳ポッドキャストへようこそ。こんにちは、マリエです。このポッドキャストでは皆さんの耳を日本語耳にするためにいろいろなトピックを日本語で話をしていきます。今日はエピソード1、国際結婚のあるある話です。日本語耳ポッドキャスト。このポッドキャストでは日本語で友達と話しているような気分になってもらいたいので、あまり言葉のコントロールはしません。そしてスピードも私が日本人の友達と話をする時ぐらいのスピードで普通に話していきたいと思っています。なのでね、ちょっと早かったら速度を落としてもらったりしながら、調節してもらいながら聞いてもいいかもしれません。あとトランスクリプトはウェブサイトにあります。ということで早速始めましょう。エピソード1。多分ね、私日本語の先生の仕事をしているんですけど、私の生徒さんだったら知っているかもしれません。私はね、もう何年もポッドキャストをやりますって言ってポッドキャストやる作業をしてきたんですね。なんでかな、わかんないんですけど、なぜか始めることができなくて、でも今年やっとポッドキャスト頑張ろうって決心をすることができました。なので2026年このポッドキャストを頑張ります。このエピソードを皆さんが聞いているのは多分もう2026年の1月、多分もうお正月終わったぐらいですかねになっていると思います。皆さん年末年始どうでしたか？今撮っているのは2025年の12月なので、今の私はまだ年を越していないんですけど、私ね、日本に住んでいないし、今回お正月に日本に帰る予定もないので、今回のお正月はね、あんまり日本人らしいお正月にはならないかもしれないんですけどね。でもやっぱりなんかこう毎年年末年始っていうとなんだかちょっとワクワクします。でも本当に年末から始まってお正月って日本人にとっては本当に1年で一番大きいイベントだと思います。ね、年末の大掃除から始まってね、いろいろやりますよね。皆さんは大掃除しましたか？どうですか？その年末の大掃除っていうと、日本では小学校も中学校も多分高校もそうだったと思います。1年の最後の登校日にはみんなで大掃除をする時間があったし、あとは日本で普通に会社に勤めてる人も1年の最後の出勤日では多分ね、大体皆さん大掃除しているはずです。それぐらい日本文化になっているものだと思います。私は結構好きですよ、大掃除。1年間何か使って今年1年ありがとうございましたっていう気持ちで掃除をしていって、この1年間溜まってしまったものみたいなのが全部綺麗になって、心機一転新しく始めるっていう感じで気持ちがいいと思っています。心機一転って今言ったんですけど、心機一転っていうのはね、ちょっと四字熟語なので説明しますけど、気持ちを新たに明るい気持ちで物事に取り組むっていうような意味があります。心機一転です。ということで早速今日のテーマ、国際結婚のあるあるについて話していきたいんですけど、ここでね、一つ皆さんに聞きたいことがあります。もうお正月入ってるんでしょうけど、クリスマスツリーって皆さんいつ片付けますか？日本人はクリスマスが終わったらすぐクリスマスツリーを片付けるんですね。というのも、今さっき話したその年末で大掃除があるし、お正月の準備をしていかなきゃいけないしっていうことで、もうクリスマスはクリスマス終わったらすぐにクリスマスツリーは片付けるっていうのが日本では普通です。多分ね、いないんじゃないかな。1月になってもまだクリスマスツリーが出ている家っていうのはあんまりないと思うし、日本の企業とかもそうです。駅とかそのお店とかのクリスマスのデコレーションも、もう絶対クリスマス終わったらすぐに片付けてる。でもね、さっきね、私は日本に住んでいないからってちょろっと言ったんですけど、そう、私はオランダに住んでいて、やっぱりこっちはね、年が明けるまでずっとクリスマスのデコレーション出てるんです。1月のね、何日ぐらいまでかな、結構長く出てますよ。長く出てるところは長く出てる。ほんとお正月いっぱいぐらいはクリスマスデコレーションで過ごしてるんですね。日本人からするとそれってね、すごい変な感覚なんですよ。でもこっちではそれが普通で、多分ヨーロッパだけじゃないと思いますね。多分他の国でもクリスマスをお祝いする国は
そういうところがほとんどなんじゃないかなと私は思っています。違ったら教えてください。でね、私の夫はオランダ人なんですけど、毎年お正月もクリスマスのデコレーションでこう過ごすっていうのに慣れてきているわけですよね。そうやってずっと育ってきているわけで、そうだから毎年ね、私がクリスマス終わったらすぐにクリスマスツリーを片付けたいって言って、もう片付けてるんですけどその時にいつも毎年なんでクリスマスツリーをお正月まで楽しめないんだっていうことを言われます。なんか毎年そういうやり取りをしています。これもなんかやっぱり国際カップルならではの話だなと思いました。いやなんかね、やってみたんですよ。お正月までクリスマスのデコレーションを楽しみたいと毎年毎年こう言われるもんだからやってみたんですよね、何回か。だけど私にはダメでした。まずね、大掃除もなんかしにくいし、あとはなんかやっぱり去年のものが12月のその年末のものが今もある、お正月になってもう年明けてるのに今もあるってなると、なんだかこう新年のこの気持ちの切り替えみたいなのができなくて、なんかすごい変な感じだったのを覚えてます。なので私はやっぱり、クリスマスツリー、クリスマスデコレーションは全て年内に片付けます。皆さんはどうですか？皆さんのお家もそうだし、皆さんが住んでる国はどうですか？クリスマスをお祝いしますか？クリスマスデコレーションをするっていうのであれば、じゃあいつぐらいまでそのデコレーションを出してますか？クリスマスツリーとかを出していますか？で、こういう小さいズレ、文化の違いみたいなのはやっぱりね、そんなに大きな問題ではないんだけど、ちょこちょこ日常生活にたくさん出てきます。なのでね、他にも何があるかなってちょっと考えてみたんですよ。例えば洗濯物を干すとき、日本人って洗濯物を干すとき、こう洗濯機入れて洗って、乾燥機入れる場合は入れて、でこう物干しに干すじゃないですか。でね、その干す前に洗濯物をこうパンパンとやってシワを伸ばしてから干すっていうのが日本人の洗濯の干し方だと思うんですね。これは多分私だけじゃないと思います。私もね、おばあちゃんに教わりました。洗濯物を干す前にはちょっとパンパンってやらないとシワが伸びないから、乾いた時にこうくちゃくちゃになっちゃうよって言って言われて、なのでパンパンってちゃんと叩いてから洗濯物を干しなさいというふうに教わりました。だから普通にこうパンパンしてある日洗濯物を干してたんですよ。これはまだね結婚したての頃だったと思うんですけど、でそしたら夫はなんでそんなパンパンやってんのってもしかしてちょっと怒ってるんですかって言われたんですね。完全に無意識でやっていることなので、そういうふうに言われてすごいびっくりしました。そういう風に全然違う意味で受け取られることがあるんだと思って、すごい面白いなと思いました。でも今となっては私の夫も洗濯物干してくれる時はね、パンパンやってから干してます。ちょっと面白いよね。これね、私世界中の人がみんなパンパンやって干すもんだと思ってましたんで、なので私にはすごい面白かったです、これも。あとは私が、会話の中で日本人らしい返答をちょっと期待してしまって、その期待が裏切られるっていうようなことは多々あります。これはやっぱり日本語で話してなくても、やっぱりたまに無意識に日本人らしい答え方を期待してしまって、ちょっと違う答えが返ってきたみたいなことは結構あります。例えば私が思ったのは、やってて手伝おうかって言うとするじゃないですか。で手伝おうかって言って大体返事としてはいいよいいよありがとう大丈夫とかいいのありがとうみたいな、そういうやり取りをすることが結構多いんですけど、例えばこれ、日本語訳にして今お話ししますけど、これ手伝おうかって言った時に返事がもしやりたいんだったらどうぞみたいな感じになるんですよ。でそうすると私的にはちょっとこれ違くないかなとか思ってしまって、っていうのも私がすごいやりたいから言っているわけではなくて、ちょっとやってあげようかくらいの感じで言っているわけであって、別に特に私がぜひやりたいです、やらせてくださいって言っているわけではないんだけどなと思って、面白いですね。でもこれは個人個人の意思をすごく尊重してくれる
っていう、こっちのいい文化の一つでもあると思ってるので、なんかそういう時はあんまり頭の中で日本語に訳さないようにしています。どうですか？こういう経験皆さんもありますか？これを聞いてくれている皆さんの中にも国際カップルがいるかと思いますので、何か同じような経験があるとか、うちはこんなことがありましたとか、そういう何か面白いエピソードがあったら、ぜひ教えてください。日本語耳の YouTube もあるし、Instagram もあります。なのでコメントとかメッセージとか、どんどんお待ちしています。あとはこのポッドキャスト面白いなと思ってくれた人や、日本語の勉強に結構役に立つなと思ってくれたら、ぜひレビューをしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、こんな感じで日本語耳ポッドキャスト今年頑張っていこうと思ってます。毎週木曜日新しいエピソードをアップロードする予定です。じゃあまた来週お会いしましょう。じゃあね。